全ゼロ配布プラス強化イコール始め時。おはいえなし、同じ作品であんまり今が始め時だっていう趣旨の動画を量産したくなくて、全ゼロはいつがガチの始め時か気を伺ってたんですが、さすがに今がガチの始め時と判断したのでご紹介します。ただ全ゼロって何って方もいらっしゃると思うので、動画の構成としては全ゼロって何を簡単にお話しした上で、なぜ今が始め時なのかご紹介し、そしておまけパートとして私の過去の全ゼロ動画で散々コメントで言われていたやつを受けてあることをやった感想を共有します。もし面白そうと感じましたら概要欄のリンクからぜひダウンロードください。早速本編どうぞ。ゼンレスゾーンゼロはミホヨ社が全世界に展開するホヨバースブランドのソシャゲ、通称ホヨバゲーの一つとして2024年7月にリリースされたアクション RPG です。舞台は現代文明がホローという超自然災害によって壊滅した世界、いわゆるポストアポカリプスもの。最後の文明都市である新エリートに住む兄弟アキラとリンが主人公で、表向きビデオ屋を営みつつ裏ではプロ棋士と呼ばれるホローに入る人を遠隔サポートする仕事をしつつ、11年前に発生したキュート陥落という事故に関するある情報を集めているというあらすじです。パッと見ビジュアルこそ明るめですが、登場人物が大体災害孤児で傷を負ってるのもあって意外と過酷な世界観。現状新エリートを舞台にしたシーズン1が終わり、直近のバージョン 2.5 では東洋的な意匠が色濃く反映されたエリア、英比地区を舞台とするシーズン2がちょうど大団円。アキラとリンが当初から追い続けてきた謎の核心に近づきつつ、また新たな荒波の予感もさせつつで、いい感じに引きを作ってお預け食らってる状況。一方キャラクターはというと、全ゼロは各キャラが何らかの陣営に属しており、個々人がいい意味で完璧超人ではなく、故に陣営内で互いに支え合うシーンが見られ、そういった温かさ、人間臭さがストーリーやキャラの魅力に拍車をかけています。他のゲームではあまり見ないアジンや人外キャラもプレイヤブルキャラとして実装されているのも特徴の一つですね。以前の動画でも触れましたが、開発がヌルヌル動かしたろうと意気込んだムービーのモーションは圧倒的な完成度で、しかもそういうデフォルメ入ったオーバーで生き生きとした動きをバトルシーンでそのまま操作できちゃう点が全ゼロの超強い点。バトルシステムはオーソドックスなアクションで3人プラスボンプと呼ばれる小型ロボット1体のパーティー編成。キャラクターごとに手触り感がまるで異なるため、特にメインストーリーは未所持のキャラでもお試しとして操作できるのもあり、楽しくバトルすることができます。これからご紹介する爆裂始め時イベントたちが交換されたのか、昨年大晦日には iOS でセルラン1位を獲得しています。では何がどう爆裂始め時なのか、次の項目でご紹介いたします。始め時イベント1つ目、S q エージェントザオの無料配布です。 S q ってのはこのゲームにおける最高ランクで、エージェントっていうのは操作キャラの総称です。言っちゃうとこれが一番でかい。普段からソシャゲをプレイしてる人ならわかるかと思いますが、ガチャ10回回せる分の石配布とかはこの界隈ザラにありますけど、 S q のキャラ1体あげますってのは単純計算で8倍以上の価値があります。全ゼロではちょうど1年前に S q エージェント浅場春正が無料配布されたので、出来事のレアリティでいうと年一の後期ですね。無料配布ゆえに S q つってもちょっと抜いちゃってるとこあるんちゃうのって思うかもしれませんが、ちゃんと S q 相当の強さを誇ってますし、このモーション見てもらえればちゃんと作り込んでるのは一目瞭然ですよね。かわいい。ザオちゃん何者かというと、グランプスの黒色の一員であるウサギのシリオンでダイアリーの先輩、可愛く幼い見た目と裏腹に立場相応の底知れぬ実力と冷酷さを秘めている。道具や情報を提供するけど彼女の欲しいものを対価として求めるしたたかさもあるってキャラなんですけど、そんなん知らん人に言ってもわからんと思うので、これだけ言うと、今回のメインストーリーシーズン2ラスボス格に対して今回のピックアップ S q エージェント楊春光と共に戦った子です。大活躍。ちなみに育成素材も配布してくれるので、キャラをもらったはいいけど育成素材の獲得が追いつかねえよってこともなく、即戦力で活躍してくれるので安心です。推しキャラならランクなんて関係ないとはいえ、そういうのが特になければ基本的には S q エージェントで手持ちを揃えたいところ。今始めれば問答無用でザオちゃんが1枠になってくれます。年一の後期を逃すな。始め時イベント1つ目、ザオの無料配布は以上です。続いて2つ目、復刻キャラの確定排出です。1月21日からの期間は新キャラの実装がなく、代わりに過去キャラであるアリス、051B、アストラが3人同時に復刻します。それだけ聞くとまあ普通のイベントですが、初回の10連のみ 20% オフで引くことができます。まあそれもまあまあありそうな話ですが、次がめちゃくちゃ珍しくて、なんと初回のみすり抜けなしで確定排出されます。でけー。一応すり抜けというシステムについて紹介すると、例えば全ゼロの場合、ある S q エージェントがピックアップされてるとして、まず S q エージェントを引き当てるために最大で90回ガチャを回す必要があります。運よく1回で出る場合もあれば90回必要な場合もあるということで、60回でも70回でもいいんですが、それだけ回して S q エージェントを当てたとしても、そこでまた 50% の関門があって、
50% の確率でピックアップされてる S 級エージェントが出てきて 50% の確率で全然違う S 級エージェントが出てきてしまいます。全然違う S 級エージェントが出てきてしまう時にすり抜けたとか言ったりします。このすり抜けが今回ないってこと、つまり最大でも90回回せば初回のみ欲しいキャラが確実に手に入るということですね。せっかく推しキャラ見つけてそのゲーム始めたのに初手すり抜けて全然違うキャラ出てきてギエーってなった経験皆さんもありませんか？私もあります。他のゲームでもありますし、私も全ゼロでイドッチすり抜けた時なーってなったので、せっかく重い腰上げてゲーム始めて初手なーってなるリスクがゼロになるのはでかいですよね。それでも最大90回いるんやろって思うかもしれませんが、メインストーリーを追っかけてるだけで90回分のガチャ石用アイテムは余裕で溜まります。私が溜まったので間違いない。というわけでアリス、051B、アストラのいずれかが推しの場合はまさにウルトラ始め時ですし、そうでなくても限定キャラがすり抜けなしで得られる機会はそうそうないので、やっぱりこの機会を逃すな。始め時イベント2つ目、復刻キャラの確定排出は以上です。続いて3つ目、過去キャラの強化です。今回過去キャラのうちバーニス、11号、グレース、051B、エレンの5名が強化され、さらに今後工場キャラクター全員を順次強化することが発表されました。前提としてこういう類のゲームは後期に実装されるキャラクターであるほど強さが緩やかにインフレしていく傾向にあり、それゆえに初期の実装キャラだといくら最高レアのキャラクターとはいえ一戦では活躍できないっていうケースも往々にしてあります。そこは大抵そういうもんだ、最新キャラ引けですし、営利企業なんで引いてもらわないことにはですから、それは責められんわなって感じなんですけど、そんな中全ゼロはその過去キャラに対してアッパー調整をかけてくれることを約束してくれたってこと、これってそのキャラを持ってる全ゼロ既存プレイヤーはもちろんですが、これから全ゼロ始めようとしてる新規プレイヤーにとっても嬉しいことだと思います。だってせっかく全ゼロのキャラ一覧見て、うわこのキャラビジュアルスコーってなっても、実装時期が初期だとそこで尻込みしちゃうところ、そういったキャラ含めて強化見込みだと分かっていれば安心して飛び込めますからね。私は全ゼロストーリー中心に追いかけてるので、その範疇から見える景色だとすでにどのキャラも使えるやん、ワイのライカーもイドッチの隣で元気に尻尾振ってるでって感じなんですが、せっかく推しキャラをアッパー調整してくれるっていうんだからありがたくもらっておきましょう。始め時イベントの3つ目、過去キャラの強化は以上です。最後に4つ目、ジェーンのスキンの 100% 割引です。こちらをご覧ください。 100% 割引、つまりゼロ。いやこれ始め時イベント4つ目じゃなくて2つ目じゃねって思ったんですけど、一応ジェーン迎えてないといけないので、初心者にとってはちょっと劣後するかな思って、ジェーンっていうキャラについて補足すると、治安局の特務捜査班所属扱いで潜入捜査を得意とするネズミの資料、通称ジェーンドゥですが、この名前は英語圏ではいわゆる7種の言名なので本名は別にあるだろうけど不明、立場上ダーティーな手段を平然と行えるけど無関係な人の命の保証や安全の確保とか気を配れるタイプの人。セクシーなビジュアルからお察しの通り私の推しの一人です。でも私もまだ迎えてないんですよね。が今ジェーンを迎えていようがいまいが、この潜入捜査にはとても似つかわしくない、どういう文脈で来ているのかよくわからない。セス君か失礼しました。今ジェーンを迎えていようがいまいが、スキンはこの機会にタダで確保できるので、将来ジェーンに着せることに備えて確保しておきましょう。いやにしてもスキンの無償配布は本当に珍しい。4番目には持ってきましたけど、正直私はこれが一番びっくりしていて、全ゼロの覚悟を感じたところです。もし今ジェーン推しでない方がいたとしても、全ゼロはストーリーを通じてキャラを好きになりやすいので、気づいたら推しになってるかもしれないから、もらえるものはもらっておけ。なお今回のバージョン 2.5 の新規 S 級エージェント楊春光のスキンも販売されており、それも今回20% オフになっています。メインストーリーで見たやつ汚ねえぞほえば。あと一定額の課金が必要のため、始め時を押す項目の一つとしてあげはしなかったんですけど、今回上映御礼というイベントがバージョン 2.5 終了まで開催されていて、これが何かっていうと、課金アイテムを一定量購入するたびについでにいろんなやつが手に入る特典イベントなんですが、そのついでにもらえるやつの中に S 級温動機だったり S 級エージェントが含まれていて、その S 級エージェントの中にジェーンも含まれています。要するに課金と引き換えにジェーンが手に入るというより、課金は課金で普通に使いたいものに使えて、なぜかおまけでジェーンが手に入るという、これもまた覚悟決まったイベントになります。あと地味に S 級温動機もでかいんだよな。当チャンネルはあんまり課金についてはゴリゴリ進めないようにしてるんですが、課金した人に武器やエージェントというブーストをかけてくれるっていう意味で、始め時であるとともに課金し時でもあることは添えたいと思います。てか私もここで買えばよかった。そんなところですね。まとめると、まず S 級エージェントザオが問答無用で無料配布されます。しかも次は復刻キャラがすり抜けなしでいずれか1名確定排出されます。さらに過去キャラも順次強化されるので、インフレの波に抗ってくれます。とどめはジェーンの新スキンの 100% 割引。ちなみにジェーン欲しかったら今なら課金すればおまけでジェーン手に入っちゃいますよ。こんな感じ。ちなみに今までどこにも触れてませんでしたが、ガチャ用アイテム1000個謎配布のおまけ付き、ガチャ回数に換算するとおよそ6回ですね。あと言い忘れてた、バージョン 2.5 の期間中はさっきちらっとご紹介した S 級エージェント楊春光
と、今は無料配布されてるザオがガチャのピックアップ対象になってます。言われてもわかんねえよって感じだと思いますが、陽春光は全ゼロ作中内で3人目となる強キャラの称号うつろがりレベルのキャラで、陽春光しか持っていない属性を持つ中二病心をくすぐるエージェントです。一方でザオはね、今の期間は無料でもろて、一連超大手のゲームの配布量としてはかなり思い切ってるので、大丈夫なのかって気持ちはありつつも、ここまで思い切られるとさすがに私ももろ手を挙げて始めどけって言えるので、もう一回言います。始めどけ。最後に始めどけとは全然関係ない話を一つだけ。私の過去の全ゼロ動画のコメントでめっちゃ押されてたのがあって、それが何かというと、こちらシードのエージェント秘話、防衛軍オボルス正体の一人であるシードというキャラのエージェント秘話ってのは、要するにキャラ専用ストーリーですね。私普段こういうメインシナリオ以外の話見ないし、シードがノーマークだったのもあって、まあまあお前らがそこまで言うんだったらプレイしてやらんでもないですけどねぐらいの気持ちでサクッとプレイしました。結果号泣。ぼかすんですけど、私界隈のゲームで初めて泣きました。めちゃくちゃ良かった。なんなんだよいきなり。予備知識なくプレイしてほしいので詳細を省くんですけど、シードを心配するオボルス正体の頼みからクエスト始まるんですが、まあそのメンバーたちが温かくて、冒頭言った通り私は全ゼロのキャラっていい意味で完璧超人ではなくて、各々が持つ欠点を同じ陣営の人たちが温かく補う関係性が全ゼロのストーリーやキャラの魅力を深めていて、それが全ゼロらしさだと捉えてるんですけど、もうその極致みたいなストーリー。鬼火隊長ほんまいい人。とある理由でシードが主人公を同類呼びして頼ってくるんですけど、主人公が戦力ではない中、物語でどう存在感を発揮させるかって難しいところではあるんですけど、主人公を頼る理由にもすごい納得感があって、ストーリーの完成度が突出して高いと感じました。こんなんかけちゃうんかい全ゼロ。折に触れてシードやれシードやれ言われており、報告する機会がなかったのでこの場を借りてご報告しました。もし全ゼロ始めた時はシードの秘話やれ、ぜひ頭に入れておいていただけると幸いです。余談でした。いかがでしたでしょうか。私が全ゼロの始め時カードを切るに値する爆裂配布量であることは伝わりましたでしょうか。繰り返しですが、全ゼロクラスの超大手のゲームの配布量としては相当思い切ったなと思っていて、それだけ運営も覚悟決めてるってことですから、我々としてはありがたくゴチしつつも、今後の新たなストーリー展開や実装コンテンツから全ゼロのマジを楽しんでいければと思います。興味を持った方いらっしゃいましたら、概要欄のリンクから全ゼロぜひダウンロードしていただきつつ、公式の各種 SNS についてもフォローください。また手前味噌ですが、私は過去に10分ちょっとで全ゼロのキャラを眺められる動画を作ってます。推しキャラ見つけてってなったら、そちらの動画も合わせてご活用ください。今後も覚悟が決まった全ゼロのコンテンツを楽しんでいきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。おついえなしな。